こんにちは。こんにちは。はい。今日はですね、1ヶ月ほど前に五葉松が大量に東樹園に入りました。で、そちらをですね、実際に見てです、ね、いただければ状況がわかると思いますけど。はい。まずちょっと見てみましょう。はい。大変なことになっております。見渡す限り大変なことになってます。ほぼ御用です。どうしましょう。どうしましょう。どうするんですか。どうするんですか。お祭りまでにはけないとお店出せなくなっちゃう。そうなんですよ。ほぼ売り物になってるんですけど、はい、とはいえちょっとこれって実はお知り合いの方からご紹介いただきまして、ちょっと知人のお父様がもう亡くなられて、ちょっと手放したいっていうので、うちに引き取ってほしいっていう形で引き取ってきたんですけど、正直言うとこのぐらいの大きさのものってなかなか今売れないような状況のものなんですよね。はい、とはいえ、丹精込めて作ってた木なので、生かし方あるかなとは思って、引き取ってきてるんですけど、その中で数点ちょっと形見としてちょっと残されたいっていうご意向があったので、でその中の何個かもう抜粋してるんですけど、それをちょっと今回他の木と同じような状況なので、お手入れをしていければなというふうに思っています。それ以外は基本全部売り物なので、はい、もし興味ある方いらっしゃったら早めに来ていただければなと思うんですけど。お値段とか言えますか。もうそんなに高くはないですね。年数考えると全然高くないので、数千円、1万ぐらいですかね。1万以下のもあるし、物によるってことですね。3万円とかそういうのもあるし、はい、ちょっと物によったり形によって違います。そうですね。ここ今バーってありますけど、はい、あっちもでしょ。あっちも見えますか。あっちもありますよね。よいしょ。この奥が全部そう。模様です。未生ですね。中品ぐらい。はい。これが生徒さん買ったやつなんですけど、これと同じような木が何分ぐらいだろう。50本あるぐらいかって感じであります。樹形もみんな似てますよね。なんかそうです。もう本当その方が、最初未生で1体買ったらしいんですよ、五葉松の種を。はい。それをずっと作ってきた木らしいので、実際これの3倍ぐらいの量はもう僕がもうさばいちゃったんです。残ったやつがこれなんですけど。じゃあこれの3倍あったんだ、元は。そうです。すごいね、その人。そうなので本当に針金、今生徒さんもやってますけど、針金の練習としてはすごくいい木だと思いますし、皮も荒れ始めていい木なので、ぜひ興味あったらかなと思いますけど、今回は、その中でちょっとうちでお預かりするような木を植え替えをしてあげようかなと思ってます。わかりました。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、こちらの木になります。ここの絵ですね。ここの絵。はい。その方未生だけっておっしゃってたんですけど、実際ここの絵があったので、もしかしたらこれどっかで買ったかもしれないですよね。ここの絵ってことは次でしょうね、おそらく。どこだろう。取り木か挿し木か。はい。挿し木ではないんじゃないかな。で現状を見るとやっぱり太い枝が1個あって、はい、そこに連なってあるんですけど、上の方とかは結構全体で作ってるような感じですよね。棚に芽があるみたいな感じじゃなくて、いっぱい入ったやつで全体的に作ってるみたいなイメージなので、僕らの作り方ちょっと違うんですけど、とは言っても古くもあるし、もうちょっと綺麗にはできるかなと思うので、はい、今回はちょっといらない枝を剪定してあげて植え替えの動画になりますけど、またね違う動画でできればいいかなと思いますので、今回これ植え替えするって言ってたじゃないですか。はい、ほとんどの木が植え替え全然できてないせいか、ここがブワーって上がってきてたんですよ。はいはい、そのイメージだったんですけど、これ植え替えされてますね。いやーしてるとは思うん
もっともっとすごいのもあるもっと出てるもんね他のやつは、これは何年か前にはそうですねやってますよね。とはいっても結構経ってると思います。裏は盛り上がってますし、あ、本当だ。で先にちょっと、いらない枝だけ、枯れたやつとか取っていこうと思います。で全体上向いてると思うんですよね、枝に対してちょっと上向きに出てるやつとかちょっと強すぎるのは落としていきます。今回は挿し木するんですか？挿し木するお前1000本ぐらい刺したらまだあります1000本ぐらい刺したけどつかなかったね。ちょっと将来的な話で言うと、ちょっと枝がいっぱいありすぎちゃうんですよ、こうやって。すごいね、上の方ね。そうなのでちょっとここはここの棚、ここはここの棚、ここはここの棚みたいな感じでできたらいいなとは思ってるので、棚から出そうなやつを取ってっちゃおうかな。あと枯れてる枝ですね。結構動物しますね、やっぱここの絵だと。ここの絵の特徴は？この絵の特徴は、まず葉の短さっていうところがありますね。昔は非常に多くのここの絵があったと思うんですけど、だんだんやっぱり人気がちょっと下火になってきちゃったっていうのはあります。理由としては幹がブクブクっと太りやすいんですよ。しかもその太り方がちょっとやっぱり苔順が悪くなりやすいっていうところがあって、これはまだいい方ですね。すごくいい方です。途中のところ、特に継いだすぐ上の部分とかがボーって太りやすいんですよ。でパイナップルみたいになりやすいんですね。なのであまり評価されない部類の木ではあるんです、現状は。とはいっても強いので非常に今度輸出が始まってくると思うんですね、今世界も。そうするとこの継ぎ物の御用っていうのは割ともっと評価されてくるんじゃないかなとは思います。あと葉っぱ緑のイメージ。そうですね、濃い緑ですね。そこはすごい、いい色は出る木ですかね。でも本当はね、針金しっかりかけてあげるといいと思うんで、本当時期見てやってあげたいですね。何本あるんでしたっけ？一応ね5本、いや残すのは5本なんですけど、この絵は2本ぐらいやったかな。他のご用も名前ついてるの？いや2章です。棚をこう針金かけることを想定していらないとこ切ってるような。そうですね、隙間を空けてあげて、上から下に下げられるように。これやってたら上の面があったら下が元気になるみたいな。それもありますね。両方ですかね、意味合いとしては。普通の御用よりも芽が出やすい。圧倒的に出やすいですね。吹いてる感じが。あと枝短いとかあります？ぐっと伸びにくいですね。ぐって伸びたとしても下に入るんですよ。これ、こんだけもう本当に肥料も上げてないような状態、水だけが上がってた状態でもこんだけ同期をするっていうのはこの絵の魅力じゃないかな。ただこの方はどっちかというとノウハウ的なところが、僕らの感覚とは違ったので充実してっていうわけではないですよね。木全体は綺麗にね均等に整ってるんだけど、枝がどうかっていうとまたそうじゃないっていう。なるほど。これとかすごいですよね。そこから出てる。だから詰めれるってことですね。詰めれるけど急にここやっちゃうと、多分枯れる。この2つは、1個辺にかけといてつけといて、でその下が大きくなったら取る。なるほど。
はい。まあこんな感じでちょっと透かしたみたいな。そうですね。いらないやつはイカ落としちゃいました。であとはまあ枯れ枝を取ったっていう感じですかね。はい。そしたらじゃあいよいよさばいていこうと思います。なんで手羽あったの？これを残すっていう。ああ、印？拭きそうにないですね。そしたらじゃあこれで書いていきましょう。はい、これで何年ぐらいですかね？そうですか、多分7、8年ぐらいやってないですね。じゃあ向こうにもう10年以上やってないみたいなかもしれないですね。結局ね、作っていくのはいいんですけど、年がいっちゃうと持てなくなってくるじゃん。まあね、大きいのだとね、ずっとやっぱり労力が大変だったりとかして、大変だよね。あの量植え替えできないよね。できないですね。ただ比較的楽に植え替えはできると思います。なるべくこういう時はこれ幹を持たずに、はい、枝の付け根とかを持って皮が剥がれないようにする。そうですね。結構植え替えしなくても枯れないんですね。あ、松はそうですね。育つは育つですね。だんだん元気なくなってくる。そう。でも2年に1回ぐらい植え替えした方がいいの？松？いやいやダメです。根っこが揃ってないんで。なるほど。そう。でも商品とかで結構植え替えない？いや、まあいろんな意味があると思いますけど、細かくしたいっていう意図があるかもしれないですけど、根とか。でも1年目はいや2年目からだいたい充実期に入ってくると思うんで、根っこって、そういう時はやっぱりそのままにしといた方がいいと思いますけどね。じゃあ何年ぐらいですか？適当な植え替えっていうと 4,5 年じゃないですかね。4、5年。大きいのになればなるほど年数は下がりますけどね。よくね、一回も植え替えてないみたいな話も言う人いるじゃないですか。大きいやつとか。それで大丈夫なんだ。全然大丈夫ですよ。うちのも全然4、5年植え替えてないの結構ありますし、もっとやってないのもあるし。溜まってますね。硬かないですね。土がね、赤玉だけじゃないんですよ、これ。軽石みたいなの入ってますね。軽石と、あと砂っていうか砂利じゃないんだよ。そこのところの土が入ってるんですね。柔らかい。5月の上からは今がシーズン。今っていうのはでもそうか、3月20、いくつですね。今日20なんだ、3月末から4月頭ぐらい。そうですね。普通の松よりちょっと早い？いやいや、今はちょうど同じぐらい。結構遅くやる人もいるじゃないですか。いますけど、今ちょうど芽がもう開く寸前なんで、開くというか伸びる寸前なんで、こういう時が一番リスクは少ないかなと思いますけど、あとはうちだと真夏やったりとか、休眠の時にやったりしますけどね。
思ったよりガッチガチってわけではない。そうですね。向こうのこんなさ10センチぐらい上がってるやつとか見てみたいですよね。でもね、そんなのだったらしましたよ。そうなんだ。はい。意外と密度は高くならないんだ、そこまで。周りに浮くんですよ、根っこが。周りはパンパンっていうパターンで。なるほど。内側はそこまで。黒っぽいのがあります、こういうの。こういうの。はい。これはもう取ってあげた方がいいですね。黒っぽいね。いや、土ですね。土。はい、ちょっと腐ってしまっているような部分になるので、そういうのは外して新しい土に入れてあげた方がいいです。なるほど。ちょっと匂うのかな、やっぱり。そこまでこれは匂わない。ひどいやつひどいですからね。毒の匂いですよね。はい。じゃあ、入れていきます。細かいやつ。そうですね。完全に覆いかぶすんじゃなくて、大きいのの隙間に入れてあげるってイメージでやってますね。はい、だから見た目が粗いのだけだとちょっとあれだと、表面から乾きやすくなるんで、植え替え直後はやっぱりちょっと表面だけでも保湿じゃないですけど、よく水苔を張ったりする。そうみたいな感じでちょっとだけ細かいのを入れてあげると少し乾きにくくなる。よし、こんな感じ。よいしょ。はい、できました。だいぶ年数がかかってたと思いますけど、根の感じ見るとそんなに大変な木ではなかったかなと思いますね。でこれを機にですね、木がもっと良くなっていけばいいなとは思ってますし、あとは今後の課題としてはもうちょっと枝を整理して、でしっかり棚っていうのをよりはっきりさせていくっていうことをやっていきたいなとは思ってます。全体同じようになっちゃってるので、その中でこの枝を使ってやっていくみたいな感じの方向性が出せたらもうちょっといい木になるんじゃないかなと思ってますね。ここら辺にあった枝はちょっと抜いちゃいました。細くて真ん中に隠してるような枝
はちょっと切っちゃったですね。はい。まあここの絵なので非常に強いっていうのはありながらも、今の時期が一番まあ植え替えには適しているのかなと思いますので、この早めの段階で植え替えできちゃった方がいいんじゃないかなと。なるほど。多分この後すごく乾いてくると思うんですよね、この木自体が。なので水やりに関してはもう割と入念に見ないといけないと思いますし、あとは真夏の管理っていうのが五葉松は非常に考えないといけないところですけど、はい。今回はここの絵なのでそこまで心配はしてませんけども、しっかり熱くなりすぎないような処置っていうのをしてあげるとよりいいかもしれないですね。ここの絵強いから、強いですね。大丈夫。はい。人によっては本当にこの鉢にちょっと毛布じゃないですけど巻いて温度を下げるって人もいるし、これが濃いから色吸収しちゃう、光吸収しちゃう。そうですね。でも本当に鉢の温度も70度80度になっちゃったりとかもするので、そういうのを対策する人もいると思います。はい、ただ根っこを出すものに根っこを出すってことには水とやっぱ温度って必要なので、はい、完全に日陰に置いちゃうと今度は根っこが出なくなっちゃう、適度に日に当てながら、熱くなりすぎないような処置をしてあげるっていうことを念頭に置いて五葉松を管理した方がいいのかなと思います。わかりました。はい。そんな五葉松がたくさんありますね。ありますので、はい、もしかしてちょっと数減ってるかもしれませんけども、お越しいただくときには。とは言っても何点かいいのは残しておこうかなと思うので、はい、その中で選んでいただいてもいいと思いますし、あとはこういうやつでリースとか、レンタルとかにも向いてるような木だなと思いますので、そういう方向で今後は使えればいいかなとも思ってます。なるほど。はい、じゃあ中から監督も作ってリースとかに出せるような木にしていくのもあると思いますね。やっぱり、はい。それだけの素材があるということですので、皆さんぜひ当時に来て見せてくださいって言えば見れる。そうですね、見れます。ちょっと今もう閉めちゃってるんですけど、はい、そこは見れるようにしますし、ご案内はできると思いますので。ただ木曜は休みですので。木曜休みです。木曜以外の方がいいかも。あとお祭り前に来た方がいいかもね。お祭り前に履きたいんですよ。本当はそうですね。正直言うと。場所とかね。そう、今置く場所がなかなかないので、そこも全部使えますからね。はいはい。それで言うとちょっとその前に売れればいいなとは思ってます。逆に場所を空けるために一気にどっか出しちゃったりとかもあるともあるでしょ。はい、だからぜひお早めに、はいはい、お越しください。はい。ということで今回はですね、引き取りを行った盆栽の中から預かるような盆栽の九重五葉松九重を植え替えしました。こういうのがいっぱいありますので、お越しになった時ちょっとチェックしてみていただければなと思います。はい、この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかさっき途中何言ってたか全然聞き取れなかった。鼻にずっとこられてた。